はじめまして、神さんの感情の解放です。心地のいい感情は、個性と可能性を引き出してくれます。今日は、自分に起きる、トラブルに疲れた、感情と思考についてお話ししていきます。なぜか同じようなトラブルが起きる。トラブルを乗り越えられる自信がない。今、人間関係で現実が辛い。100% 問題解決につなげられる感情の解放の方法もお伝えします。ぜひ最後まで聞いてください。今、地球人はネガティブな感情をコントロールすることを当たり前にして、毎日を生活しています。この動画を見ることで、目には見えないエネルギーの感情、毎日の思考から出てくる常にもういらないと感じている感情を一つでも多く解放して身軽な波動にする方法を紹介します。感情の解放を浄化として受け入れていくことができます。心が平和で豊かな毎日に近づいていきます。毎日感じているすべての感情はあなたが選んでいます。実はすべての感情はあなたの自作自演で体験しています。地球人は感情を取捨選択することで人生を変えていくことができます。もう使いたくない、いらない感情を感じたときには、今まで考えてきた記憶、考えてきた思考です。この感情を自らが手放していくことで、思考も変化していきます。感情の解放は感じる思考に近づけてくれます。地球人の個性の気づきや新しい可能性を見つけることができます。感情を解放することは個性という強みに気づき、自分を信じていくことにつながります。ポジティブとネガティブのバランスを取ることで心が軽やかになり、身軽な行動が取れることになります。内面の自分と会話ができるようになると、今までのネガティブな考え方や固定概念は全く必要がないことに気づくことができます。潜在意識や量子力学を独自で学び始めて、科学では解明できていないスピリチュアルなことや物質である現実では目には見えることだけではない現実もあること、常に感情や思考の波動で現実を作っていることを知って、日常に試し続けている毎日で自分を信じてこの動画を配信しています。では、トラブルの時に起きる感情のことについて話していきます。この感情はもともとにある思い込みから起こしているネガティブな感情です。この感情はなぜ起きるのか、その感情はどのように解放していくのかを話していきます。この感情はトラブルが起きた時に不安や心配から来るのではないでしょうか。最終的にはどうしてこんなことになったんだろうっていう感情ですね。結論ですけれども、なんで、どうしてって外側の何かに問いかけているやり方なんです。外に原因を見出して責任転嫁をしている状態です。この現実というのは脳が考えたこと、つまり思考したことが作っています。人間の誰もが世の中を変えたいと思うことがあると思います。しかし自分自身を変えようとは思わないと現実は変わらないんです。このトラブルは自分にとって必要な体験なのか、何の意味があって経験をしているのか、自己対話をして自分と向き合っていくことがトラブルの解決につながることでとても大事なんです。なんでだろう、どうしてだろう、外側に原因を見出して責任転嫁をしている。つまり他者や社会のせいにしているんです。人間関係のトラブルが起きるとします。この時に責任転嫁をするのではなく、このトラブルの経験が自分にとって必要なんだろうか、どんな意味があるんだろうって自分に問いかけていく、向き合うことが気づくことにつながるんです。気づくために必要な体験だったんだ。だから必要な経験だったんだ。気づかせてもらえてよかったなって
ここで感謝の気持ちが出てくるんです。自分に問いかけて、自分と向き合って、自分で気づいて乗り越えていくことによって、すべて感謝に変わるわけです。すべてが感謝であって、ギフトに変わるわけです。つまり、メリットしかないんです。なぜなら人生は自分にとって必要な体験しか起きないからです。この感情はいろんな環境によってそれぞれ考え方は違いますが、今目の前に起きたトラブルから逃げたい、もうなかったことにしようって思っている時に発生します。これだと単なる現実逃避で問題解決しないんです。でも今自分にとって必要な体験が起きているわけです。あるいは人間関係においては単にこの人と会わないだけ、距離を置こう、付き合わないようにしようだと、その場しのぎの対処療法になります。また同じようなタイプの人と出会った時にまた同じトラブルになるわけです。相手に責任転嫁しているわけなので関係が修復しないんです。自問自答を続けることで、この体験の意味に気づくことで、相手の行動で自分に対して態度から気づかせてもらえてありがたく思います。自然に感謝に変わっていくわけです。大事なのは自分にとって必要な体験だから起きているという捉え方です。しっかり自己対話をすることで、自分で気づいて感謝に変わって、また新しく現実を作っていけること、新しい自分として作り直していける感覚です。実はこの感情から来る思考は、自己対話、自問自答ができる時間を持つ行動で十分に変えられる感情です。今日の感情の解放のトラブルの解決ができない思考は、ネガティブな不安と恐れから来る感情です。脳の使い方を変えることで、健康もお金も人間関係も改善できます。具体的なやり方は、脳への問いかけです。問いかけることです。どんな思い込み、信じ込みをしているのか、自分に問いかけます。やり方にこだわらずに自問自答で自己対話です。心理学や潜在意識の知識、スピリチュアルなことからも得られる知識もありますが、まずは自分に問いかけること。自分に対して都合な思い込み、信じ込みはあるのか。この問題に対して自分は一体どんな思い込みをしているのか。何か信じ込みがあるのかを問いかけることです。余計な知識、情報、経験、先入観や固定概念で考えても今困っているということです。頭で考えるのをやめて自分に問いかける。自分がお金、健康、人間関係について答えは自分の中にあって自分に問いかけるだけなんです。ネガティブと言われている感情が出てくるときには、今までの生きてきて自分が危険を察知して自分を守るために考えてきた記憶のようなものです。今までの考えてきた記憶の脳の引き出しを開けて、どんどん思い出させていきます。ネガティブな感情の時には、心も視野も狭くしていきます。今、成長と学びを経験しに、ネガティブな感情を体感しています。ネガティブな感情は悪いとかいいとかではありません。感情を作り出して体感しているだけなんです。思い込みや概念が安心できる状況を作り、自分を守るためのその感情を選んでいるんです。今の感情はあなたの 100% です。ネガティブな感情はあなたに対して何かを伝えて教えてくれています。思い込みや概念やエゴの意識を向かい合いを促しています。ネガティブな言葉から自身が選んで今の感情を作ります。溜め込んできたトラウマや感情のエネルギーを体の中に溜め込むことは体には良くないんです。いろんな病気になります。過度なネガティブの感情はあなたの中から外していくことが行動の星である地球で過ごすには賢明なあなたしかできない改善な方法です。ネガティブな
感情は思考や感情に新たな思い込みを作ります。その逆もしかりで、ポジティブな言葉で感情を作ることもできるということです。自分に向けて体感したい状況を作って感情を体験しているんです。体の外に解消していくことは健康にとってもいいわけです。もしかしたらこの感情が地球に来た目的の一つで、この感情を克服したその先に本当のテーマや使命があるかもしれません。自分を守るために出てきた感情、不安や心配です。さらにここに恐れが追加されていきます。自問自答で問いかけるだけ。誰しも自分に何か不都合な思い込み、信じ込みがあります。この問題に対して自分は一体どんな思い込み、信じ込んでいることがあるのか問いかけるんです。外に目を向けて依存することではなくて、自分を信頼すること。常に答えは自分の中にあります。あなたの中に全て自己責任で人のせいにしない問題だったら、問題っていいことになるんです。ポジティブになっていくんです。どうやればポジティブになるんだろうって考えましたか？絶対にそうなるように実は応援されているんです。少し違う話をしますね。お水のエネルギーの話聞いたことありますか？お水に愛してるってエネルギーを入れると、水の形、水のエネルギーが変わったり、枯れた木にありがとうって言うと木が変わったりする。目には見えなくても応援しているエネルギーは直感的にわかるんです。自分の行動を動かしてくれているエネルギーがあります。応援してくれるエネルギーは実はいっぱいあるんです。問題にフォーカスしていると、応援したいと思っているエネルギーが入りにくくなります。なぜかというと、問題にフォーカスしているからです。自分の視点を別のエネルギーに向けると、本当にいいことやキーパーソンが出てきたり、本や YouTube、映画で見るかもしれないし、テレビや広告で流れるかもしれません。別の情報をシンクロみたいにキャッチできるんです。これができるようになると、人生を信頼して自分の人生と始めることができるんです。ここから感情の解放をしていきます。もういらない感情が出てきた時には、まずは今の感情が出てきたことをしっかり認めます。出てきたもういらない感情のことは、あまり重く深く考えずに、軽い感じで理由はなくていいんです。理由なんて考えていたら、感情を解放するどころか、ネガティブな感情を作ります。出てきたそんな感情が自分の中にあったんだなぁと、さらっとドライな感じでいいんです。手放して捨てる、解放するイメージです。実際にいらない感情を紙に書いてビリビリにして必ず捨てます。燃やした方がいいです。地球上の波動は常に二元性を持っています。ネガティブな波動にはポジティブな波動が同時に発生する、同時に起きる、起こす波動です。ネガティブな波動は他者との波動を変えて起こしています。自分が選択したネガティブな感情を今体感しているということは、選択したネガティブな感情をすぐにポジティブな感情に置き換えられるんです。二元性を持つ反対の波動はあなたが持っているから起きているんです。あなたは幸せになるために地球に生きています。幸せを感じる感情を選択してください。その時点でポジティブな感情を体感することで、ハッピーな自分もいることになります。いつも感情の断捨離のイメージができるようにしておきます。今日の解放のワークはいつものように深呼吸をします。目をつむり、リラックスできる状態にします。その後、大きく深呼吸をします。長く細く息を吐き、大きく空気を吸う深呼吸です。この深呼吸は波動を変えます。そのいらない感情には必ずありがとうのお礼を言います。
大きく深呼吸を繰り返しながら、今までお世話になったけど、もう必要ないから、本当に今までありがとうと感謝します。深呼吸をするときには、吐くときに体の中で風船を膨らましていくイメージです。深呼吸の後には、必ずお水を飲んでほしいです。お水は体の中の細胞にあなたの思いを伝達してくれる高い波動の存在です。そうすると体が少しずつ軽くなるのを感じるはずです。脳の使い方が変われば思考が変わり、初めて習慣も細胞の働きもどんどん変わります。体はいつもあなたの味方なんです。いらない感情が出てきたときには、この順番で感情の解放を続けていきます。いろんな状況でいろんな感情が出てくるのは、その感情を使って生きてきたからです。同じような状況、シチュエーションによっては違う形でまた出てきたって思うことがあります。生まれてから今までその感情をたくさん感じて多く体験してきたからです。感情が出てきた時には、こんな感情が出てきたと感じるだけでいいんです。理由なんてどうでもよくて、ああ、こんな感情が自分の中にあったんだなーってさらっと俯瞰するだけでいいんです。ネガティブな感情も地球で体感したかった感情です。もういらないのであればお返ししていくイメージです。体が軽やかに気が楽になっていけます。不要なネガティブな感情を手放す前に感謝をするのは、まずは体に愛を届けることが大事だからです。体も感情も思考も言葉もすべて波動です。ネガティブな感情は体に負担をかけています。ネガティブな言葉は口から毒を出して周りの環境を悪くしてしまいます。体に今までの感謝をしながら愛を届けていきます。いらない感情の波動を手放すことは、あなたがあなたを守ることになり、体はいつもあなたの味方で、地球人生の本当のパートナーです。どんな時でもあなたから出てくる感情に気づき、意識することが大切です。感情の解放をし続けていくことで、思考が変化して、脳が考えてきた思考から感じる思考に変わっていることに気がつきます。体は数十兆個の細胞でできていて、常に細胞は生まれ変わり続けています。体の中で常に循環をしています。だから体はあなたの感情、思考の変化も十分に分かっています。思考が変わると細胞も新しくなっていき、循環していきます。体はあなたの本当のパートナーです。ここでまとめです。テンプレートやマニュアルがないと物足りない。一生懸命学ばないと頑張ってる気がしなかったり、高いお金を払わないと解決しないような気がしたり、高いものじゃないと価値がないような気がしたり、誰かが教えてくれないとやり方がわからないからできないって全部思い込みなんです。ポイントはここです。トラブルや壁という問題が出てくるときには、問題に時間をかけないということです。問題にかけるエネルギーは 10% ぐらいで、時間をかけるのはプロセスと解決です。どうやったらこの問題を乗り越えることができるのか、問題の声でビビって怖すぎてクリアできないかもしれないけど、まずは自ら進んでいく。あなたの問題は他者の問題ではないですから、誰かが手を持って一緒に問題を考えようってなったら最高ですけど難しいかもしれません。なので自分で自分のコーチングをして必要な行動をしていくことです。例えば人間関係の問題が出てきたら、どうやってそのプロセスを自分で見つけていくのか。検索エンジンで調べたり、本屋さんとか、自分の解決につながる行動をとっていく。これを繰り返していると怖いことに慣れていくと怖くなくなるわけです。別の問題が出てきて全く
新しい問題のような感じで出てきても、またビビって、そこで慣れていく。今度は問題が怖くなくなっていくっていう感じです。今度何が起こるのかっていうと、新しい別の問題が出てきても、別の過去の問題をクリアしてたからできるんじゃないかなって自信を持って取り掛かっていくことができる。また問題が出てきたら、いやこの程度でよかった、ラッキー、ほんとこの程度でよかったわって、この問題が起こらないための解決を考えていくぞって考えることができるんです。なので問題のエネルギーの 10% くらいのフォーカスにする。頭で問題を考えるとネガティブな感情を感じることが多いんです。あえてその問題がなぜ、どこで、いつ起こったかっていうのを考えると、具体的な起こる結果になるなら、このアクションを変えたら良くなるような行動に変わってきて、解決につながる行動ができるんです。もう一つの方法は、問題が解決したふり、できたふり、自信がついたふりです。解決は見つかっていないかもしれないけど、自分に嘘をついて解決が見つかったふりをするんです。めちゃくちゃ怪しい感じですか？しかしこれって結構深いんです。そうすると自信とかもついてくるんです。問題の解決が見つかっていくふりかもしれないけど、いろんな解決のオプションが見えてきたりします。問題がチャレンジに変わって、問題がワクワクすることになったり、これをきっかけにして絶対に解決してみせるみたいなエネルギーで自分を引き上げることもできるようになってくるんです。本当にトラブルが続くときには自分を見つめ直すときです。環境を変えて様々なものを見て、今までの人生を見つめ直すことで解決できることもあります。壁に直面したときには気づいて直さない限り何度も似たことが起こります。それが本人にとってのその先にある決めたゴールです。そして魂の目的だからです。今自分に起きている出来事の真実の意味を知って自問自答で気づくこと。自己対話で迷いを心の中から消すことができます。一番の目的は変わりたいと願うなら今の自分が変わりたいと本気で思うことです。今まで歩いてきた人生の道のりにも何度か壁はあったと思います。一つ一つ振り返ってみると、気づきと自信と知恵と真実はあなたの中にあります。私たちは個々のテーマを持ってこの星で学んでいます。しかし永遠にこの星にいるわけではありません。この星から去っていくときには問題は残らないようにしていく。出てきた壁というトラブルは、問題は 10% ぐらいのフォーカスをするだけでいいんです。大切なことに 90% 以上フォーカスしていくことです。その時に何を考えるかっていうと、愛を持って過ごすことに目を向ける。今、自分の人生を良くしていきたい、もっとできる人になりたいってなると、絶対に出てくる問題は、チャンスという壁が見えてきます。問題から解決を作っていくプロセスです。何年も繰り返す必要があります。どういうことかっていうと、例えば人生の中でトラブルという壁にあたります。これが人間関係、お金、恋愛、健康の壁の問題だとしたら、この壁を乗り越えるっていうことをしないと、自分の人生を良くしたいっていう次のステージの問題に出会えないわけです。自分をレベルアップすると、絶対に次の問題と出会います。問題が問題じゃなくて、どうやってこの問題を向き合うのかっていうのが問題なんです。必ず問題が出てくる。もう一つ必ず起こることがあります。それは問題と好かれることなんです。問題が出てきて壁にぶつかる。当たって怪我をしたり傷ついたりっていうことが絶対に起こることです。しかしトラブルって悪いことではないんです。ゴールを決めているみんなに起こります。だからそこまで怖がる必要はないんです。このポイントは、自分のレベルを上げたいんだったら、この問題が出てくるときに問題をチャンスに変えることができるかできないかによって
自分の成長が変わっていくということ。壁に当たって壁がでかすぎるってその場でとどまったり、この壁を見たときにこれって無理って怖くて逃げるとレベルを上げることができません。だからずっとこのレベルで止まることになっちゃうんです。だから同じトラブルが起きてしまう。同じ壁が出てくるレベルで続くんです。嫌なら自ら上げていくんです。じゃあどうするっていう答えが問題になる。問題を解決する。問題をクリアにする。どうやってこの問題を解決していくんだろうって、他の人はどうやってこの問題を解決したんだろうって、他の人がこの問題に当たっているのかを考える。この問題をクリアした人がどこにいるのかを考える。本なのか、ブログなのか、映画なのか、どっかの国なのか、その言葉を翻訳して自分が理解できるのかなど、自らのプロセスを見つけて、次のステップを考えていくことなんです。今までは問題が出てきたら、一日中問題のことを考えていたと思います。お金や恋愛、健康や仕事のこととか。でも本気で変えたいなら、自分を自分で変えていかないといけないんですよね。常に感情の波動に意識をします。あなたが存在しているだけで個性があることなんです。あなたの望む未来は今ここにあること。ここに生きていることに心から喜んで感謝することで、今まで考えてきた記憶、考える思考はすぐに感じる思考に変化していきます。一人時間を1日5分から10分だけ作ることをお勧めします。携帯電話もテレビもない空間です。毎日の瞑想や自問自答を心がけて、自己対話を習慣にすることが大切です。私が今まで体験してきた感情の解放のワークを随時配信していきたいと思います。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあれば、コメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。チャンネル登録お願いします。高評価とても励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。